台湾の国民的シンボル、チアリーダー。球場で輝く女神たち、その女神を彩るものとはそう。衣装。H であってはチアではない。H でなくてもチアではない。それは一体？チアリーダーとは女性の美貌、健康、教養の手本であり、性的でなければダメなのです。そんなパワーワードで大丈夫か？女性的でなければダメなのです。あ、ひよった。そんな彼女たちを彩る衣装、それは H と社会的模範のせめぎ合い、デザイナーたちの苦労の結晶。それらは趣向を凝らしたものなれど、期間限定のものばかり。今回はそんな限定衣装の数々を、ランキング形式でご紹介。あなたの好みもきっとある、台湾チアリーダーベストドレッサー賞発表です。ここに載せている以外にも好きな衣装があったら、コメントでみんなに教えてあげてくれだぜ。それでは行ってみましょう。台湾チア、ベストドレッサー賞第38位。38って多くね。味全流ドラゴンビューティーズ、小学生衣装。38位ですごいの来た。台湾チアが衣装にかける情熱が一目でわかるため、ランクインです。でもこの子、本当に小さくて、意外と似合ってるな。モデルは身長153センチ、ねえ姉ちゃんです。台湾チアって背が高くないとなれないと思ってたけど、そんなことないんだな。第37位、フーボンエンジェルス、逆スカート。一番あるべきところの布がないな。一体何食ったらこんなの思いつくんでしょうね。オブラートに包める。おそらく、最初は上着のラインに沿って白い布があてがわれていたけれど、しっくりこなかったのではないでしょうか。いっそ布をなくした方が、しっくりきたのかな。奇抜ながら調和が取れている、不思議な衣装でした。WBC 選抜衣装、2023年バージョン。モデルは中心兄弟ファッションシスターズ、身長173センチ、サミーさんです。やっと普通の着て安心したぜ。台湾が勝ち残ってれば、日本でこの衣装が見れたんだよな。台湾は一次リーグで敗退し、日本でも多くのファンが悲しみました。大丈夫、インナー履いてます。一瞬焦ったぜ。横から見ても安心安全。お前がやばいよ。世界的に有名なグアングーって選手がいるのか？台湾語で、世界が見ている、です。第35位、中心兄弟ファッションシスターズ、ピンク T シャツ、黄色スカート。これはおしゃれな女の子って感じだな。続けて登場のサミーさんは、服装に髪型や小物を合わせるのが上手です。確かにツインテールが女子感を高めてるな。衣装はチアを引き立て、チアは衣装を引き立てる。その代表例としてランクインです。どうした？さよならヒットですね。嬉しそうだ。さあ、どんどん行きましょう。第34位、対抗ホークスユニフォーム、2024年バージョン。手袋がお嬢様感を演出してるな。モデルは人気沸騰中、イーリーちゃんです。これまたお嬢様感のある人だ。このチャルメラみたいな応援曲も癖になるな。この曲とダンスは、陳志豪以来の名曲と言われています。しかし、残念ながら対抗ホークスでランクインしているのは、この衣装のみです。どうしてだ？参戦したばかりのチームなので、まだレパートリーが少ないのです。今後の活躍に期待だな。第33位、ドラゴンビューティーズ、フリルスカート。フリルのスカートか。女の子が好きそうな衣装ですね。はためく動きがダンスとよく合ってるな。こちらは上が違うバージョンです。着てる子が可愛いのもあるけど、フリルってだけで可愛い感高まるよな。っていうか、この人。ラッキーじゃね？ラッキーですよね。なんだか親しみを感じてしまうわけだぜ。ちなみにこちらの翔英ちゃん、去年のアジアプロ野球チャンピオンシップで、東京ドームに来日しています。東京ドーム来てたのか。今年のプレミア12にも選抜され、来日しました。ラッキー意外と来日してる。第32位、フーボンエンジェルス、キャロリン、私服。ちょ待てよ。ちょっと待ってよ、おい。どうかしました？
どうかも何も、私服ってなんだよ。こちらは野生の〇〇といって、台湾ではオフビニチアが観戦に来て、そのまま乱入することがあるのです。今回はキャロリンさんが乱入したため、野生のキャロリンですね。何そのレアポケモンみたいな言い方。ちなみにキャロリンさんは、ベストダンサー賞があれば、5本の指に入る、ダンススペシャリストです。確かにワイルドな動きだ。参考に、味全流から、野生のねえねえちゃんとレンネさんです。さっきの小学生チアリーダー。このように、お立ち台に上げられることもしばしばです。右にいるのは、お母さんかな。親子じゃねえよ。第31位、ファッションシスターズ2017年軍曲衣装。こちらは古代ローマを彷彿とさせる、ワンショルダータイプとなっております。台湾チアはよく女神と呼ばれるけど、その愛称にふさわしい衣装だな。むむ。むむ。今のように、胸元を直す仕草が人気です。自分がフェチを人気みたいに言うんじゃない。第30位、ドラゴンビューティーズ、デニムミニスカート、チビ T シャツ衣装。あ、私これ好きだ。モデルはボーイッシュな元気娘、リンリンちゃんです。最近フライデーのグラビアになってたな。活発な印象とデニムのスカートが、よく似合っています。第29位、中心兄弟レギンス衣装。モデルは知る人ぞ知る、チュンチュンだな。こちらは格闘ゲーム、キングオブファイターズとのコラボでの1日限定衣装となっております。レギンスのチアリーダーって初めて見るな。おそらく台湾チア全体でも、レギンス衣装はこれだけですね。かっこよいから、もっとやってもいいのにな。チュンチュンマイペースだな。第28位、フーボンエンジェルスヤマハコラボ衣装。シックな黒衣装です。私はそれより、チアが応援歌を歌ってることにびっくりだぜ。こちらの衣装は人気チア、タンタンさんがデザインしております。チアがデザインとかするんだ。実は私 X でタンタンさんに、ライザのコスプレしてくれませんかとポストしたことがあるんです。痛いポストを送るなよ。タンタンさんは、面白そう、と返信してくださいました。めっちゃいい人やん。そしてこの衣装、ライザに少し似てませんか？確かに似てるな。もしかしたら、本当に私の意見を取り入れてくれたのかも。そうだったら嬉しいな。タンタンさんが返信してくれたのでランクインです。個人的理由やん。第27位、ファッションシスターズ、ショートパンツスカート。こちらはショートパンツにパレを巻いたようなスタイルです。一瞬すごく短いスカートに見えて、ドキッとしてしまうな。この衣装では、チュンチュンが1000万再生動画を輩出したり、阪神台湾デーに来日した際に着ていたり、大変歴史ある衣装となっております。歴史的価値も考慮されてるのか。第26位、統一ライオンズユニガールズ、オレンジ衣装。白地にオレンジが生えておしゃれだけど、なんだかはだけて大変そうだな。これ、狙ってるんですよ。いやいや、わざわざ狙わないだろ。ちなみにユニガールズには、西武ライオンズから移籍した日本人が2人います。へえ、台湾チアに日本人も進出してたのか。今や台湾チアは、チア界のメジャーリーグですから。じゃあその2人は、野茂英雄みたいな感じなんだな。今後もどんどん進出していってほしいですね。第25位、ドラゴンビューティーズ、着物風衣装。おお、可愛らしいアレンジだな。これは、日本の着物でしょうかね？どうなんだろう。台湾にもこういう民族衣装あるのかな？ということで、ガッキーこと翔英ちゃんが可愛いのでランクインです。だから個人的な理由で。第24位。ファッションシスターズ、2019年ユニフォーム。黄色、青、白のトリコロールがおしゃれだな。黄色は着こなすのが難しい色ですが、中心兄弟はよくやっています。踊ってるとちらりと見える青のインナーもおしゃれだな。踊った時のことも考えられてますね。ということで、チアガールチュンチュンに自宅でも簡単にできるエクササイズ。チュンチュン、すっきり出てたのか。こちらはチュンチュンがヤングジャンプの表紙を飾った衣装なので、知ってる人も多いのではないでしょうか。ヤングジャンプの表紙に大抜擢。ハローさん、ハローナさん、ウエンスさん、スキリオバナナの皆さん。おはようございます。チュチュンです。チュチュンです。今日の朝ごはんは卵餅でした。日本のテレビに出演した台湾チアは、今のところチュンチュンが唯一無二だな。
選手に入る加藤浩次に届くのでしょうか。第23位、ユニガールズ、ワンピース衣装。こちらは東方造曲という有名曲なのですが、この衣装で踊ると、あ、ワンピースの紐が、このような化学反応が起きます。たまたまじゃないのか？この衣装、日本の肩紐が安心感を醸し出していますが、実際はゆるゆるです。統一ライオンズ、やってんな。なんたって、統一セブンイレブンライオンズですから。そりゃ弁当上げ底やってんな。これじゃあ、チアもダンスに集中できないんじゃないか？全くです。元動画にいいねしておきました。いいねしてんじゃねえよ。こちらのスーチーさんは透明なブラ紐で、三重セーフティーをかけています。三重セーフティーなら安心だな。この衣装に安心はなかった。第22位、ファッションシスターズ、チビ T シャツ。へそ出しルックのチビ T シャツが、ファイナルファンタジー7のティファみたいです。弾ける体のボディエンドソールだな。南国の台湾らしい衣装ですね。第21位、ドラゴンビューティーズ&フーボンエンジェルス、ティファ風衣装。ティファみたいとか言ってたら、ガチめなティファ来た。ティファを意識しているかは不明ですが、ティファ風と言って差し支えないでしょう。いいんじゃないか。こちらはフーボンエンジェルスのティファ風衣装です。確かにこっちもティファっぽいな。ということで、同率順位とさせていただきました。しかし、どちらもショルダーベルトをつなげてないな。つなげると、ダンスが踊りづらいのでは？ってことは、ティファの服装って格闘に適してないんだな。クラウドのために無理してきてると思うと、可愛いですね。第20位、アジゼン流、フーボンエンジェルス、ギャル風衣装。こちらもアジゼンとフーボンで、同率ランクインです。確かにギャルっぽいな。こちらはドラゴンビューティーズです。かわいい。ガッキーだからって、何でも可愛いではなく、コメントしてください。これは、ドラゴン桜のガッキーですね。ちなみにこちらの翔英ちゃん、スチュワーデスからチアリーダーに転校した、異色の経歴を持っています。ガッキーにしてスッチーだったのか。今、何されたんだ？夏の台湾野球では揚水祭という、チアと観客が水をかけ合うイベントが開催されるのです。そんなイベントがあるんだ。盛り上がるとこんなになってしまうそうです。何これ夢の国じゃん。第19位、楽天モンキーズ、OL 衣装。これは結構有名だよな。残念ながら楽天モンキーズでランクインしたのは、こちらを合わせ2種類になります。他に良い衣装なかったのか？たくさんあると思うのですが、私、楽天モンキーズあんまり知らないんですよ。知らないんかい。しかもモデルのリンシャンさん、今はアジゼン流に移籍しています。どうしてだ？おそらく、選手との交際発覚が原因かと。選手と付き合うのって、そんなにまずいのか？まずいですね。アメリカではチアが選手を SNS でフォローすることさえ禁じており、選手との交際発覚はシーズン終了時、解雇か寿退社が一般的です。この一クラスでも解雇されるのか。でも、アジゼン流は受け入れてくれたんだな。アジゼンは野心的なチームなので、それもランキングを見ていけばわかると思います。ちなみにリンシャンさんは、移籍後はひたむきにイメージ回復に努めており、私的には現在の印象の方がいいです。ありがとうございます。プレミア12にも忙しい中日帰りで来てくれたり、最近は日本に来るときは、タトゥーもテーピングで隠すようになったよな。日本の文化にも配慮してくれてます。頑張ってる人は応援してあげなきゃな。その通りですね。その通りよ。第18位、中心兄弟デニムショートパンツ。ダンスと相まってかっこいいな。衣装、ダンス、チアリーダー、すべてが揃うことで感動を生むのです。
ちなみにこちら、同衣装を着た新人時代のチュンチュンです。チアマイ席を掃除されたり、素通りされるなんて、今じゃ考えられないよな。この、冴えない女の子が後に、台湾バラエティのアカデミー賞で、最優秀司会者賞に輝くのです。日本で言えば、めちゃイケのナインティナインだな。めちゃイケってもうやってないですよ。そうなの？例えるなら鉄腕ダッシュの城島ですね。鉄腕ダッシュまだやってんの？第17位、楽天モンキーズ、ユリー賞。ずいぶんセクシーな衣装だけど、踊ってるの2人だけだな。楽天モンキーズには詳しくないので、唯一知っているユリさんをランクインさせました。楽天に関しては衣装とかじゃなく、知ってるチア基準なのか。こちらのユリさんは女優出身という、台湾チアの中でも珍しい経歴を持っています。確かに、ユリの花のごとく綺麗だな。女優出身だけに、表現力がありますね。第16位、アジ全流、ボディコン衣装。これ、だいぶやってんな。ちなみにワンポイントは、ロッテのロゴマークです。唐突なロッテワンポイント。靴下と靴の組み合わせから、だいぶやってますね。足元のロリテイストに悪意を感じるぜ。ラッキーこと翔英ちゃんもさすがに恥ずかしそうだぞ。翔英ちゃんが着ると何でも可愛くなってしまうため、デザイナーもさらに一歩踏み込む必要があるのです。可愛いなら踏み込む必要ないだろ。やけになってる。第15位、日本ハムファイターズ、キツネダンス衣装。いやいやいや。モデルはみんな大好き、塩沢美咲ちゃんです。だから待てよ。ちょっと待てよ。何かじゃなくて、日本ハムファイターズって台湾チアじゃないだろ。日本ってついてるだろ。この日はワクワク日本祭というイベントで、ファイターズガールズはフーボンエンジェルスと一緒に応援したので、この日だけは台湾チアです。そういうのあり？ありに決まってるじゃないですか。何言ってんですか。これ私がおかしい感じ？立てません。ちなみに中心兄弟にも、阪神甲子園デーというものがあり、阪神チアと共に踊っています。おう、夜遊びのアイドルだ。こっちの衣装はランクインしないのか？阪神のユニフォームは可愛くないでしょ。あそこやばいから喧嘩売るなよ。第14位、中心兄弟、黄色 T シャツ、白スカート。シンプルなのに健康的で可愛らしいな。甲子園とかにいそうな感じですね。なんか、学生時代を思い出しちゃうよな。青春ですね。第13位、ドラゴンビューティーズ、体操着。味全流もだいぶやってるな。でも、体操着の女の子に応援されるのって、夢ありませんか？夢あるよりのあるだな。私も運動会とか、体育の授業で、女子に応援されてみたかったです。そう考えると、応援の原点にして、清掃とも言える衣装だな。なかなか考えさせられる衣装ですね。っていうか、ラッキー。あざとい。あざといは、台湾語で新機銃といい、ガッキーのあざとさはチームメイトからも言及されています。誰にだ？デニムスカートの元気娘、リンリンちゃんからです。この体操着姿は、部活やってる子だぜ。陸上か、バスケか、ソフトボール部ですね。小学生みたいな子がいたり、味全、メンバー個性強いな。アイドル路線ですね。第12位、ユニガールズ、タンクトップにハッピ。統一はよくこのスタイルで応援しますが、これもあざとく計算されています。確かに攻めてるけど、上着羽織ってるからいいんじゃないか？って思うじゃないですか？ハッピが落ちた。直した。ハッピが落ちた。手を使わず直した。ハッピがはだける、直す、ここまでがワンセンテンスです。
確かに男ははだける姿も好きだが、直す仕草にも弱いからな。はだけては直し、はだけては直す、そんなループを食らえばひとたまりもありません。はだけループからのエイパか。これは半端ないぜ。はだけるほどの情熱に当てられ、もう盛り上がらずにはいられない。そうでしょ？そういえば、プレミア12で人気だった台湾ナウユーも同一の曲なんだよな。統一セブンイレブンライオンズは、野球を盛り上げるセンスが頭一つ抜けてますね。セブンイレブンフェアは盛り上がらないのにな。こちらはミーナさんという方の、チューブトップバージョンです。ほほう、チューブトップとは、これまた思い切ったものだ。統一ライオンズ、卑怯なり。このボールサイズはレギュレーション違反だろ。その計算されたあざとさを加味し、高順位にランクインです。そこは加点対象なんだ。空耳すな。第11位、ファッションシスターズ、2019年黄色チェック衣装。モデルはチュンチュンです。可愛らしい衣装だな。チェック柄がおしゃれだぜ。こちらの衣装、チアごとにタイプが違うんです。それは作るの大変そうだな。ちなみに最近、復刻版が採用されたのですが、デザインが統一されてしまったため、昔のバージョンをランクインしました。バラバラな方が一体感高まることもあるんだな。様々な個性が協力するという点は、野球も同じですね。第10位、アジ全流、ガールズバー風衣装。思った以上にガールズバーだった。これはけしからんと言わざるを得ません。扇風機持ってきたり、メイク直したり、自宅感が強いな。ホーム球場なので、自宅みたいなものなのでしょう。まあ、私たちはガールズバーと思ってしまうけど、台湾の基準では、これは可愛い服に分類されるんじゃないか？実際可愛く着こなしてるし、南国は日本と感性が違うんだよ。台湾にもガールズバーありますよ。あるんかい。けれど、そんなけしからん衣装も可愛く着こなしてしまうのが、翔英ちゃんなのです。この人は何でも可愛く着こなしてしまうな。16位のボディコン衣装より露出が高いのに、あちらの方が恥ずかしがっていたのが不思議です。女の子の感覚はよくわからないな。ちなみにこの展望球場は、プレミア12で日本対キューバ、日本対ドミニカが行われたスタジアムです。山が近くて景色が綺麗なんだよな。あざてー。あざとくしてると、元気娘のリンリンちゃんが怒るぞ。ちなみに翔英ちゃんはキャプテン、リンリンちゃんは副キャプテンです。うまくボケとツッコミに分かれてる。これオープニングの曲じゃないか？はい。アジ全流のヒットマーチ、キープファイティングです。台湾ロックな感じが出てていいな。あざてー。第9位、フーボンエンジェルス、浴衣衣装。モデルは清楚な新人、バオアさんです。理知的で、おしとやかで、綺麗だ。こちらはファイターズガールズが出演した、ワクワク日本祭での演出です。日本人より浴衣似合うんだ。わかった。この人、この佇まい、元アナウンサーだろ。確かに檜山さやっぽい感じしますね。元スッチー、元女優、元タレントモデル、元プロダンサー、元獣医受付、元ゲーム配信者もいるんだから、元アナウンサーも。こちらのバオアさん、東南アジアで人気のアイドルグループ、ポピュレディの出身です。ちなみに檜山さやより3歳上、34歳です。20代ちゃうの？アイドルだったのが10年前、20代の時です。20代の時は10代に見える。ポピュレディ時代では人気ナンバーワンで、当時は若気の至りから、複数人と恋愛スキャンダルされています。台湾の後藤真希？
この見た目はまだまだ若気の至り期間だと思うぞ。選手やファンと安易な恋愛には至らないでほしいですね。モンスターハンターはプレイさせちゃダメだぜ。第8位、ユニガールズ、ファッションシスターズ、謎袋衣装。ユニガールズからはまたもミーナさん、スーチーさんが登場です。これは着る人で輝くタイプの衣装だな。謎の袋が何を指してるかも分かった。台湾チアは乳袋作るのうまいですよね。はっきり言うんじゃない。こちらのサミーさんなんか、どうしたらこんな見事な袋ができるか、不思議じゃありませんか？謎の追求のためにランクインさせるなよ。しかも高順位に。そのあんこ袋に埃は詰まってないんか。あなたにとっては小さな謎なのでしょう。けれど人類にとってはとても大きな謎袋なんですよ。逆切れされた。要はウエストに行くほど細いデザインなんじゃないか？それなら胸の部分は余裕ができて腰の部分はぴったりするだろ？でもそれだと切れなくないですか？確かに。ほら、だから大きな謎と言ったでしょう？ちゃんと話聞いてくださいよ。同じ謎2回投げかけるの無駄なんですから。夜眠れなくなるような謎かけんな。第7位、ドラゴンビューティーズ、メイド衣装、2024年バージョン。ちょっと味全流はコンセプトカフェから着想を得すぎじゃないか。まだまだ若いチームですから、衣装にも野心が感じられます。これは次世代の派遣狙ってるな。そういえばガッキーも、デビュー当時はメイド衣装着てましたね。もう見れないと思ったものが見れたな。ちなみに、もっと露出の高いバージョンもあります。何でも可愛く着こなす翔英ちゃんも、これはさすがにちょっと恥ずかしいのかな。時折見せる恥ずかしそうな仕草も、実は、あざとさでできているのかもしれませんね。だとしたら、あざとさとは、チアリーダーにとって強さであり、身につけるべき所作なのかもしれないな。いきなりポエムみたいなこと言われても困るのですが、空気読めないんですか？お前が8位で作った空気を変えてんだよ。はい、静かにして。第6位、ファッションシスターズ、黄色チャイナドレス。さあ、ザーボンさん、ドドリアさん、ここから真面目ですよ。お前以外は最初から真面目だよ。ご覧ください、世にも珍しい、黄色のチャイナドレスです。チャイナドレスって色々あるけど、黄色は初めて見るな。こちらはファッションシスターズ2022年軍曲、一級入魂に合わせた衣装となっており、数回しか着られていません。とても綺麗な衣装なのに、数回しか披露しないなんて、もったいないな。モデルはやはり、身長173センチのサミーさんです。さすが、髪型も中華らしく合わせてるな。こちらが2022年軍曲、一級入魂です。伝統的曲調のチームソングは、珍しくていいな。日本のスポーツ記事ではよく、台湾チアをアイドルに例えますが、その本質は、試合に祈りを捧げる巫女なのです。この伝統的衣装とダンスを見ていると、そう思えてくるな。チュンチュンは髪に紫のリボン、サミーさんは紫のメッシュを入れてますね。アクセサリーも衣装に合わせていて、ベストドレッサーにふさわしいぜ。第5位、味全流、制服衣装。制服は多くの球団が着用していますが、制服着せたらナンバーワン、元スチュワーデスの翔英ちゃん所属、ドラゴンビューティーズがランクインしました。確かに似合ってて可愛いな。やたらスカート短いけど。新潟の女子高生より短いですね。けれどこれぐらいが似合っていて、可愛いと思えてしまうな。翔英ちゃんは足の曲線美が、完璧なのです。足フェチにはたまらジェンヌだぜ。ちなみにこちら、キチリキキチロウ教官で話題になった、ジリジラウコンクアン選手の歌です。キチリキキチロウ教官がバッターボックスに向かっていきます。あの人、味全流だったのか。普段はこのように、翔英ちゃんたちが応援しています。私はずっと、イサブーヤ選手かと思ってた。こちらのバージョンも可愛いです。メガネネキッ
って言われてたのはガッキーなのか？メガネネキはガールズバーで映っていた、こちらの口水さんです。ガールズバー風の衣装であって、ガールズバーではないけどな。この制服の翔英ちゃんは、靴下がタマラジェンヌなのです。ああ、綺麗な足を締め付ける真っ白な靴下が、清楚でありながら男心を狂わせるぜ。清楚な制服と、清楚な靴下があざとすぎて、もはや尊いですね。早くあの靴下を脱がせないと、ふくらはぎに靴下の跡ついちゃいますよ。翔英たんの足についた縦縞の靴下跡を、タラララッと撫でてもいいですか？ふざけてね。スカートと靴下が、黒のバージョンもあります。闇落ち女子高生って感じだな。さらにはこういうパターンも。さすがにスカート短すぎないか？よく見てください。背面に行くにつれ長くなってるので大丈夫です。何が大丈夫なの？けしからん系の制服です。本当に翔英ちゃんは、どんな衣装も可愛い系に変えてしまうな。こちらは同チームだった、とある謎の美女です。めちゃくちゃ美人だ。これは学園のマドンナだな。この人を5位にするかめちゃくちゃ迷ったのですが、今回はビューティーではなくドレッサーということで、参考に留めました。謎の美女、気になるぜ。楽天のゆりさんです。女優の人だ。ちなみに女子高生役で、映画出演しています。マジか。日本語タイトルはガールズリベンジ。ネットフリックスで配信中です。ゆりさんがリベンジするのか？さあ、される側かもしれませんね。ユニガールズです。お嬢様系の学校だな。これも制服でしょうか？統一ライオンズは制服でも卑怯なとこあるな。野生じゃないキャロリンさんです。ダンスうまいとタオル回してるだけで絵になるよな。あ、この人、弾けリストなんだ。はい、結構な弾けリストとして有名です。気をつけろボーボボ、そいつは弾けリストだ。第4位、ユニガールズ2024年後期衣装、ウエストチラ見せバージョン。かっこいいけど、普通の衣装じゃないか？ウエストをよくご覧ください。これは、まさか。そう、ハイレグの上に、スカートを巻いているのです。この衣装を考えた人、とてつもないアーティストやん。まさかシーズン終了間際に、今年度ベストドレッサーをぶち込んでくるとは思いませんでした。統一ライオンズ、やってんな。こちらの衣装は、ユニガールズ2024年分曲、レディーファイターに合わせて制作されたようです。女子力最強。この中に日本人が2人いるんだろ？球体以前とした日本のチアが最先端の台湾チア業界でやっていけるのか？レディーファイターお披露目イベントでは、個人パフォーマンスを披露したり、頑張っているようです。日本でも TikTok で踊ったり、ダンスに興味ある女の子は多いけど、それが活かせる職場は地下アイドルくらいしかないからな。10代から6に学校も行かず、アングラなアイドル活動をするより、ダンスを頑張りながら大学を卒業し、台湾チアに進出する方が、その後の人生が充実したものになるのは言うまでもありません。台湾チアは大卒が最低基準だからな。この曲はすごく学生時代に、部活動で踊っていた曲で、家族と離れて暮らすのが今回台湾に来たのが初めてだったので、寂しかったりとかちょっと悲しいなって思うことが多かったんですけど、こうやって頑張ってる姿を見せることができたので、とても嬉しく思います。きっと輝かしいキャリアになるから、台湾チアを目指す女の子が増えてほしいぜ。さあ、それではトップ3の発表です。第3位、アジゼン流、2021年ユニフォーム。モデルは元ドラゴンビューティーズ、謎の色白美女です。謎の美女来たか。これは正統派でかっこいい衣装だ。チームカラーの赤がよく映えています。金の刺繍にも伝統を感じるぜ。それでいて可愛らしさもあり、見ていて飽きませんね。台湾野球見てるって感じがすごくしてくるな。これはデザイン性高いぜ。こ
ちらの楽曲はこのように、対統一ライオンズ専用と思われます。空耳を元に推測するんじゃない。アジ全流らしい、シンクの衣装が第3位でした。第2位、フーボンエンジェルス、2023年ユニフォーム。レースクイーンみたいな衣装だ。グラマーな体型に似合っていて、それでいていやらしさを感じさせないのが不思議です。そういった意味でも、秀逸なデザインと言えるな。こちらはフーボンエンジェルスの応援歌、愛色強調と共にバズりました。なかなか熱い曲だ。この衣装で特に人気爆発したのが、タンタンさんです。衣装、曲、チアの3種類がハマれば、バズらないわけないな。ちなみにこの衣装では、当放送曲を踊っても紐が落ちません。フーボンエンジェルスがユニガールズの曲を踊るのか？オールスター戦では全チームのチアが、全チームの曲を踊るのです。ダンスを覚えるの大変そうだ。こちらは上底視点といって、直訳すると神視点です。ノリと発想が日本と同じだ。上底視点が人気の理由は、もはや語るまい。さすがに上からだと H 判定が出てしまわないか？CPBL はこの衣装に、レギュレーション違反を適用しませんでした。つまり、これからこのくらいまでの衣装は、すべてレギュレーションを通るということです。この衣装は、台湾チア界のユニフォームレギュレーションに、パールラインを引いたんだな。ギリギリを攻め、そして、それを通した勇敢さを称え、第2位に輝きました。さあ、栄光の第1位は、おまけの中身が知り、おい。お前さ、それだけはやっちゃいけねえよ。すみません、野球ネタだったので、知りたくねえんだよ。おまけ。至急やり直します。第1位。ミューズガールズ、2023年ユニフォーム。うわ、これは着る人を選ぶ衣装だ。こちらは背面の小さなフードが、ワンポイントとなっております。露出の高い衣装だけど、フードが可愛らしさを引き立ててるな。現代版、くのいちといった感じですね。いや別に。ちなみにミューズガールズって、どこの球団なんだ？球団ではないですよ、バスケチアです。まさかの1位バスケ。ちなみにこの子、ミス台湾です。ミス台湾がチアリーダーしてるんだ。ミス台湾がチアリーダーしてるんですよ。あれ、ガッキーこと翔英ちゃん、元気娘のリンリンちゃんがいるぞ。ガッキーこと翔英ちゃん、元気娘のリンリンちゃんもいます。こっちはユニガールズのスーチーちゃん。ユニガールズのスーチーちゃんもいます。謎の色白美女もいますよ。一体、どういうことだってばよ。ミューズガールズとは、アジ全流と統一ライオンズの選抜メンバープラス、オーディションに合格したアマチュアメンバーで構成され、キャプテンはミス台湾が務める精鋭部隊なのです。何それレアルマドリードじゃん。元気娘のリンリンちゃんは、大学卒業後にミューズガールズに加入、その後にドラゴンビューティーズに入りました。バスケから野球のパターンもあるのか。台湾野球スポンサーはバスケチームも運営しています。一方、チアリーダーは芸能事務所に所属しています。よって野球とバスケを兼任するチアや、バスケチアで経験を積み野球チアになる人が多いのです。チアリーダーになるイコール、芸能人になるようなものなんだな。ちなみにリンリンちゃんは、リンシャンさんと同じ事務所で、とても仲がいいです。どんどん台湾チアに詳しくなってく。台湾バスケの規模は野球に比べ小さいですが、その分、チアを近くで見れる穴場です。チアリーダー好きの人は、冬はバスケを見に行くわけだな。そんな中、精鋭部隊にふさわしい、着る人を選びまくる、ミューズガールズの衣装が、貫禄の第1位となりました。スタイルいい人じゃないと着れないもんな、これは。後ろ姿もフードが可愛くて、ギャップを演出してるぜ。後ろ姿でも可愛いのに、前を向いたら超級覇王伝英美女ですよ。ガッキーこと翔英ちゃんも、さすがの可愛い着こなしだな。ガッキーこと翔英ちゃんは、精鋭ミューズガールズでも人気王に輝いております。ガッキーつれー。このスカートと太ももの間にサイコクラッシャーしても構いませんね。それ一番ダメなやつ。やだなぁ、冗談に決まってるじゃないですか。赤文字でツッコミとか大人げないことしないでくださいよ。センシティブでバンされろ。ミス台湾、万葉ちゃんは2023年度から、あの球団に移籍します。どこの球団に入ったんだ？それはぜひ調べてみてください。きっと驚きますよ。
ミューズガールズから移籍ということはアジゼンと統一以外か。そして今年の6月には、インドで開催された、ミスグラムワールドに輝いています。国際ミスコンも優勝してるのか。台湾人が国際ミスコンに優勝したのは、建国以来、万葉ちゃんが初です。国際的な場で台湾の名が呼ばれる意味は大きいな。さらに、プレミア12選抜チア、アメイズに抜擢され、東京ドーム観戦もしています。リンシャンやショウエイちゃんだけでなく、ミス台湾も来日してたのか。ところで、この色白美女は一体誰なんだ？そちらの美女は近々特集を組む予定ですので、その時紹介しますね。謎の美女の全容がついに明かされる。こちらは今年のミューズガールズ衣装です。一瞬、ローソンかと思ったぜ。そしてこちらは2025年の衣装です。白と水色の組み合わせいいな。ちなみにこちら、12月8日の札幌の映像です。ミューズガールズも来日してたのか。いいね。すごいね。みんな。台湾チアは日本においても、観客との距離感がめちゃくちゃ近いな。昨日誕生日だったんですか？誕生日ケーキを食べたってことでおめでとうございます。ショウエイちゃん、7日が誕生日だったのか。じゃあ誕生日ハッピーバースデー。はい、行きます。うわ、この写真撮影、羨ましいな。オッケミューズガールズは他にも良い衣装がたくさんあるので、ぜひ検索してみてください。さあ、台湾チアの様々な衣装はいかがだったでしょうか？各チームいろんな趣向が凝らされてて面白かったな。今後もチアと共に、各チームの衣装に注目ですね。このチャンネルでは、チュンチュンサミーさんの歴史動画なんかも投稿しているので、暇だったら見てくれだぜ。それでは、またねー。シャジよシャジピッピー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 よカンナリよムジよカンナリよムジよムジクククシャジピッピーよ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 カンナリよコンチよカンナリよコンチよコンチクククシャジコココムジハハハシャジピッピーよシャジピッピーよシャジピッピーよ